はい、皆さんこんにちは。岩木健一です。今日はですね、水球の大学生編、私が現役時代に大学生の時感じたことについて、話をしていきたいと思います。今日は大学水球の落とし穴5選ということで、5つ話をしていきたいと思います。で、今日どんな人に聞いてほしいかっていうと、今の中学高校生で、今でさえこんなにきついのに大学でも水球続けるなんか絶対無理だろうっていう人、それから地方の選手で自分の周りで大学まで水球を続けてる人がいなくて、大学まで水球するっていうイメージがそもそも湧かないとか湧からないとかっていう人で、それからあと保護者さんですね。子供が大学でも水球したいって言ってるけど、マイナースポーツだし本当に水球で大学行けるのとか、大学で水球して大丈夫って思ってるような保護者さん、こういった人たちに役に立つ動画となってますので、ぜひ最後まで見てほしいなというふうに思います。で、今日の大学水球での落とし穴5選ということで5つ紹介していきたいと思います。1つ目が、練習時間が短すぎということで、手抜きしてたら人生終了のお知らせっていう感じですね。2つ目、練習内容濃ゆすぎ、2時間後あなたは立ってられますかということで、メッセージを送りたいと思います。3つ目、仲間も相手も強すぎということで、特に関東なんかでは、選手が集まってきますので、もう本当にメンタル崩壊まで秒読みというような話ですね。結構ネガティブなことを3つ言ってますが、次から楽しいような話です。4つ目、楽しすぎ。大学水球は高校までとは一味違うということで、小中高までと大学水球何が違うのかっていうところを話していきたいと思います。5つ目、大人すぎっていうことで、もう20歳を超えるような年齢になってきますので、自分で考えられない選手はだんだん消えていくというような、ちょっとプラスにもマイナスにもなるような話っていうのをしていきたいと思います。そしたら早速いきましょう。1つ目、練習時間短すぎっていうことなんですけど、高校では僕の時はだいたい平日で、3、4時間結構長いですよね。休日はやっぱり3時間の2ブレンとかしてたんで、6時間から8時間とかそういった感じで、練習してました。でもこれが僕が大学に行った時には1回につき2時間半ですね。もう決まってました、時間が。これなんでかっていうと、水球部以外にも競泳だったりとか飛び込みだったりとかがあって、でそことですねプールを共有してたので、そういった感じで午後の時間も例えば4時半から7時かなまでが、競泳で、その後水球とか、その次の日は逆とかですね、そういった感じで、競泳部と一緒に使ってたので、そういった時間の制限っていうのがありました。なので僕これ最初練習短すぎて、さあ今から本番だっていうところでもう終わってたんで、なんでこんな早く終わるのみたいな感じで、こんな練習短くてなんで日本一になったんやろうっていうような感じで、思ってました。ただこれはもう本当に最初だけの誤解でしたね。2番、練習内容濃いすぎということで、やっぱ時間をこなせない分それだけギュッと濃縮された練習だったなっていうのを今思い出してます。で、僕の時もうかれこれ10年前ぐらいの話になってるんですけど、攻防練習っていうのがあって、攻防っていうのは点数が入ったら近くのところでフリースローにしようとか、点数が入ったら対数をしようとか、そういった形で試合形式に近いけれども、ハードな攻撃と防御の練習っていうのがありました。で、そんなの1年生から入れるわけないので、その休憩時間とか、巻き足しときなさいっていうことで、5キロを3分間ずっとやっとけとか、10キロを30秒トレーニングして30秒休憩っていうのを、ほぼ永遠にやってたような記憶があります。やっぱり大学でも基礎練習大事なんだなというふうに思ってたんですけれども、でもその攻防練習に少しずつ出れるようになって気づいたことがあって、練習試合とか、そういった攻防に出れるようになってからは質がエグいなっていうことを改めて気づかされて、監督がよしじゃあ今日攻防やるぞみたいな感じで、こうやったボール使って水球できると思ったら、じゃあ攻防やるぞ30分なって、得点後はターンオーバーで行くぞとかって言って、これどういうことかっていうと、30分連続で攻防を続けて得点があった後は攻守交代なので、シュート外したのと同じ扱いでやっていくぞみたいな感じで、なんか点数決めても全然嬉しくないみたいな感じですね。なんか今思い出してもエグいなと思うんですけど、だから水球練習しながら体力つけていくよっていうような考え方ですよね。でもうバテにバテてバテ切ったらもう交代させてもらえて、よかった、もうやっと休憩だと思ったら、はいじゃあ巻き足3分ねみたいな感じでさっき言ったと思うんですけど、いざ試合とか攻防に出れるようになって気づいたことっていうのが結構エグいですよね。そういった話で、質が高すぎ濃いすぎっていうような話でした。3つ目、仲間も相手も強すぎっていうことで、特に
関東の大学では全国から選手が集まってきてる傾向にあるので、やっぱ仲間ももちろん強くなっていくし、対戦相手っていうのも同じように強くて、大学1年生っていうのはもう本当の自分の無力感っていうところからスタートをすると言っても過言じゃないのかなというふうに思っていて、だって大学1年生と大学4年生って言ったら3歳の差があるっていうことですよね。でちょっとイメージしてほしいんですけど、例えば中3の JO で、今年中学校最後だ、次からインターハイになるけど中3ね、JO で優勝するぞ頑張るぞって言ってる同じプールに小6の選手が入ってたらどうですか？これ絶対無理ですよね。小6の選手4歳差ってそういうことじゃないですかね。いくら大人になって力の差とか成長期っていうところがね、差が少なくなってるって言っても、やっぱり大学1年生と大学4年生って言ってそれだけの差があって、本当に高校時代に活躍してた人も第一ショック、大学1年生ショック、これ勝手に名付けましたけど、もうやっぱメンタル折れる人もやっぱ多くいるんですよね。でそこでやっぱ水球やめちゃったり大学やめちゃったりとか、やっぱそういった人もやっぱいたりして、でもこれって、水球に限らずどの競技にでも当てはまることかなというふうに思っていて、だからこそ先にこういったことを僕が情報発信して、皆さんに先に知っていてもらって、いやもう第一ショックね、大学1年生でもうやっぱショック受けるのも分かってるからっていうことで、改めてね頑張ってほしいというか、そういうことを知ってることで予防できることっていうのもあるのかなというふうに思って、話をしています。でなんでこんな話してるかっていうと、僕も経験者っていうところで中学3年生で、JO 全国 JO で3番になって、調子乗ったまんまぜひうちでやらないかってスカウトしてもらって、九州の佐賀県で、高校3年間過ごしてるわけですよね。でその時もずっと地方に行けば行くほどジュニアでやってる選手っていうのがまだまだ少なかった時期なので、自分が一番上手みたいな感じで、もう本当に嘘ついたら鼻が伸びるピノキオもびっくりするぐらい、もう天狗の状態でもうね、この鼻を支えきれないぐらい調子乗ってたわけですよね。何言ってるか分かんなくなりましたけど、でそれで自分が大学に進学をして、で大学1年生の日本選手権とか、インカレとかでもう補欠メンバーになんとか滑り込んで、っていうか入れてもらってっていうかの方が正しいと思うんですけど、補欠でメンバー入りをしてですね、その時に右サイドのスタメンっていうのが高校3年生の今でも日本代表でバリバリ頑張られてる志賀光明選手で、高校3年生ですよ。日本選手権なんかもう大人まで出れますからね。そんな中でさっき小6と中3が4歳差って言ったらね、小6と中3が戦うっていう話したけど、もう大人と子供みたいな感じなんですよね。でその時の決勝の相手っていうのがブルボン KZ 柏崎ね、ウォーターポロクラブっていうところで現役日本代表の半分が在籍してて、でそこでまず志賀選手が高校3年生で、スタメン張ってるっていうことに、もう大学1年生なんとかギリギリメンバー選んでもらってやったって思ってたらね、試合会場行ったら高校生いるしみたいな、しかも仲間だしみたいなところでメンタルブレイクして、それだけじゃなくてですね、やっぱり志賀選手すごい才能があって頑張ってされてても、それは高校3年生からでもやっぱりそうで、本当に一生懸命プレーしてチームに貢献していってですね、それを僕は試合でベンチで見てるわけなんですよね。本当に大人相手でも日本代表相手でも果敢に食ってかかってチャレンジしていって、もちろんそこで相手から体勢取ったりとか活躍もしてて、いやもうすごいなと思って、そこにもまたメンタルブレイクですよね。でやっぱその時気づいたんですよね。なんで志賀選手は出てるのかなと思った時に、来年うちに来るからだよなと思って、これお先真っ暗やんと思ったんですよね。もうそこでもう本当に恥ずかしい話なんですけど、私が大学2年生の時に夏休みにもう俺水球やめたいって言ってもう家に逃げて帰ったんですよ。めっちゃダサいですよね。自分でももう本当に恥ずかしい話なんですけど、もうちょっと思い出しただけで鼻血が出そうなぐらい血圧上がって、そんな暗黒黒歴史なんですけど、そういったマイナスの経験っていうのも先にねシェアしておくことで皆さんのプラスになったらね、それはそれで僕が逃げて帰った意味があるのかなと思うので、ここで話をしていて、でその時悩んでた、家で悩んで出した結論っていうのは、やっぱり自分より才能がある人っていうのが出てきて、もちろん先輩たちも才能がある選手たちっていっぱいいたんですけど、後輩で出てきて、しかもいつも身近で見れる。で自分は日本代表を目指して頑張ってたけど、もう高校3年生から入ってて、そういう、自分の理想になるような人っていうのが後輩で出てきて、で自分よりも努力してるっていうところで、こんなに頑張ってもダメだったし、今後もちょっとお先真っ暗なんじゃないかなっていうことを思った時に、もうポキッと自分の中で折れちゃって、もうメンタルブレイクしちゃってですね。でそこでじゃあ大学辞めようか水球辞めようかどうしようかっていうことでいろいろ考えて、家族と話して、友達にも相談したりして、
出した結論っていうのが、いつか引退する水球だけど、でも後悔なく終わりたいなっていうのが自分の中で、家族と出した、友達と出した結論で、やめるんじゃなくて、日本代表とかっていうのは一回もう置いといて、もうあと1年とか2年しか水球できないんだから全力で楽しもうよっていうところで、僕が頑張るという選択をすることにしました。でもその時には本当監督とかコーチとかにもめちゃめちゃ迷惑かけてるんで、もう本当にこの場を借りてお詫びします。ごめんなさい。ちょっと許してほしいな。で、周囲と比べて弱い努力不足っていうところで、やっぱ自分のこうネガティブな面っていうのがこうズクズク刺激されてというか、傷がえぐられてっていうところで、しんどかった部分がやっぱあるのかなっていうふうに今振り返って考えるとね、思っているんですけれども、でもこの全力で楽しむっていうところをこう自分の中のテーマにした時に、じゃあ今日の練習しんどかったとか、今日の練習ちょっと頑張れなかったとかじゃなくて、今日の練習楽しめたか楽しめなかったかで、スイムがあるにしても、じゃあ10本のダッシュのうち、じゃあ俺5本だけ頑張ろうみたいな感じで、中途半端に10本だらだら行くんじゃなくて、もうその後6本目7本目8本目9本目10本目っていうのはもう力が出なかったらしょうがない。でもこの5本絶対1番になって楽しんでやろうみたいな感じだったりとか、パス練習でもどれだけ速いボールをキャッチできるかとかって言って、なんかいい意味でやっぱ練習中遊ぶというか楽しむというか、やっぱそういうポジティブな感じでやれたっていうのがすごく良かったのかなというところで、今の話をこう皆さんがね聞いてると、なんか諦めたのかなっていうところで感じるのかなって思うんですけど、でもなんか自分の中ではポジティブに捉えてる面があって、この単に諦める、もうこう投げ捨てるっていう方が近いかな。そういったものとはやっぱ違う感覚なんですよね。で、そこで自分がこう水球選手として一皮向けたというか、こう変わった瞬間でもあったって思ってるんですけど、もう本当にこの話だけで2時間ぐらいもう僕多分セミナーというか話ができるかなって思うぐらい、こうすごく自分の中で大きな分岐点だったんですけど、この話もしてもいいかな。でも僕 LINE 作ってるので、そこの登録者さんがめっちゃ少ないですけどいるんですよね。そんな公式 LINE に入ったりする人なかなかいないんで、そういう人たち向けに別で収録しようかな。そうしよう。公式 LINE の登録者だけに配信するような形にしようかな。で、なんでかって言ったら、めちゃくちゃディープな話になっていくんで、僕のその時の心の揺らぎだったりとか、当時の、時代背景とか、ちょっと YouTube で公開するにはちょっとディープすぎる話で、あんまりしても意味ないかなっていう感じなんで、もしなんかその話聞きたいなと思って気になる人は、どっかリンクかなんか貼っとくので、公式 LINE 見つけることができたら入ってもいいですね。でもなんかディープな話ちょっと恥ずかしいんで、あんまり多くの人には聞いてもらいたくないな。なんかちょっとそういった、相反する気持ちを持ってるんですけど、ちょっと今最後にちょっと脱線しちゃったので、ここでちょっと話を戻すと、今日は田舎の少年だった僕が水球日本代表になるまでの話っていうところの大学編について話をしていきました。で、今日話した内容っていうのが、1つ目が練習時間短すぎ手抜きをしてたら人生終了のお知らせ。2、練習内容濃いすぎっていうことで2時間後あなたは立ってられますかっていうことで、もう試合した後すぐにね、巻き足練習とかね、結構しんどかったですね。3、仲間も相手も強すぎっていうことでメンタル崩壊まで秒読み。もうこの話ちょっと深掘りしたので、ぜひもう一度聞き直してほしいなというふうに思います。